あらら、あららららら。あらら、クリーチャー40回。あららら、クリーチャー30体で攻撃。あららら。はい、皆さん、こんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナのスタンダードを戦っていく動画を配信しております。MTG やってるよという方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンしていただけたら幸いでございます。はい、今回使うのはですね、ドゥームストンプって書いてあるんですが、なんぞやっていう感じですが、ドゥームスカールのストッピーです。はい。動画の冒頭にもね、さらっとありましたが、クエストがね、クリーチャー系が多いんですよ。ということでですね、こう、クリーチャーで固まっちゃったら、もうクリーチャーめちゃくちゃ出すので、作るしかねえやと思って、ドゥームスカールさんにお願いしてね、作るという感じです。じゃあ、こいつの能力何っていう感じなんですが、まず三女が、場に出た時プラス11カウンターを、置く。で、それ別のクリーチャーに置いてもいいっていう効果ですよね。で、別のクリーチャーに置いたら、自分のその能力を、ターン終了時まで付与することができるっていうのが三女です。じゃあ、能力を持ってて、何を付与できてるのかっていうと、このクリーチャーがプレイヤーバトルのうち1つに戦闘ダメージを与えるたび、あなたのライブラリーの一番上にあるその点数に等しい枚数のカードを見る。ダメージ分ですね。カードめくると。で、その中のクリーチャー土地であるカード1枚公開し手札に加えるってやつです。でですね、これ三女で別のクリーチャーにピョンって三女した後で、そのクリーチャーがバシッてね、ダメージを与えればまたクリーチャー引けると。で、以降はドゥームスカールで殴ってね、4枚めくって、ダメージ、パワー4なんで大体4枚なんですよ。で、4枚めくって、やっていくと。そういった、デッキなんですが、これね、結構増殖のシステム結構組み込んでます。はい。で、進化する適応体ですね。こいつよりパワータフネス強いクリーチャーいれば、油カウンタープラ、1個乗せて、その分プラ11になるってやつと、あとはね、こいつがやばいですね。祝祭の出迎えで、クリーチャー1体場に出ると1個選べ、このターンにまだ選んでない1個選べると。プラ11カウンター1個。宝物トークン1個出す。で、2点のライフを得るっていうやつですが、要は、ドゥームスカールで殴った後にクリーチャーを持ってきて、要は手札にクリーチャーがバシバシ来るわけですよ。で、巻いた出すと、この祝祭の出迎えさんがですね、強くなっていくと。そういったデッキでございます。オドリスとかもあると、プラス11カウンターが置かれるなら、代わりに1個足した状態で置くっていうのがあって、これプラス2ずつ大きくなったりしますね。あと、クイリーオンの獣呼び。これもクリーチャー呪文を唱えるたびにプラ11カウンター1個置くっていうやつですね。これ場に入れるか唱えるかの違いですけど。はい。で、イクサランの進行。で、あと、類人の見姿ですね。これ場に出た時にプラ11カウンター2個置くっていう効果なんで、祝祭の出迎え並べた後にこれ出すと、いきなり、祝祭の出迎えの効果でプラ1。で、これでプラ2で、合計4になったりします。はい。で、あとは複レターを戦車で増殖っていう感じで、ここら辺でね、バシバシクリーチャーを出して、プラ11カウンターを伸ばしていこうと。そういったデッキでございます。はい。それでは早速やっていこうと思います。はい。よろしくお願いします。見学ありますね。祝祭の出迎え、複レターを戦車、類人の見姿と活力を汚すものです。早速、ドゥームスカールの戦士を引きました。こいつですよ。こいつが活躍するデッキなんですからね。今回も活躍していただけたらいいなと思います。はい。2ターン目。相手は黒ですね。祝祭の出迎えスタートです。こいつ、他のクリーチャーを出すと、様々な効果、恩恵が得られます。ライフを得たり、宝物カウンターを作ったり、あとは、プラス11カウンターですね。ベールのリリアナはディスカードを選択されたようです。はい。こいつはね、あれですね、蘇生があるんで、一旦墓地に落としても、大丈夫かなっていうところで1枚捨てました。で、類人の姿にで、まず祝祭の出迎えそのものでプラス11。で、類人の見姿で、プラス11を2個置くっていう効果で44になりましたね。で、ベールのリニアナの重精度カウンター、相手は4つに上げて、頑張ったんですが、
こで、4点のダメージを与えます。ベールのリリアナの、なんだろうな、リーチャーを生贄に捧げる効果が結構アドバンテージ取られちゃうので、やっぱり早い段階でやっつけといた方がいいですね。さあ、ここはどうするか。ちょっとね、クリーチャー、息切れ感、してきたので、ここで、ドゥームスカールの、山札ライブラリサーチの効果を付与します。で、ここで相手に対してアドバンテージ取れたらいいなと思ったんですが、やっぱり、あれですね、微妙ですね。ここはね、活力のペガスものを出すために5マナ担保したいっていうところがあって、さっきのやつよりも森をピックしてきました。これあれだな。ミクくらいを、どうだろう。3マナで、膨れ倒戦車44です。で、格闘しましょうか。このターンに出てたら、55になります。プラス11カウンターが1個置かれますね。はい。で、とりあえず相手の誤報の効果でパワー分のライフを失うことになったんですが、それでも、相手のクリーチャーを倒せるのが、結構いいかなと思ってですね。さあ、ここからアドバンテージ取れました。相手、はい、投了いただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。森が2マナあります。イクサラの進行と、あとオゾリス、類人と、あと過去と未来の剣ですね。これ、黒と青だとマジでぶっ刺さるんですけど、さあ、相手の色は何だろうなっていうところですね。イクサラの進行からちょっと引いていこう。あ、早速相手黒ですね。これ過去と未来の剣刺さるんじゃないか疑惑あります。このデッキ、青と黒にめちゃくちゃ弱くて、そこをカバーするために、ちょこっとね、こいつ入れてるんですよ。とりあえず、イクサラの進行を出して、パーマネントカードをピックしていきます。もつれ軍隊3-2ですけれども、まだ3点ぐらいならいいかなと考えてます。祝祭の出迎え、これね、進化する適用体を先に出しちゃうと、パワーが大きくないと、プラス1、油カウンター乗らないんですよね。なので、逆に出します。祝祭の出迎えは何らかのクリーチャーが出るたび恩恵を得られるので、先に祝祭の出迎えを出します。はい。で、プラス11ですね。はい。で、進化する適用体は、パワーが同じ。そうですね。ままです。とりあえず、もつれ軍隊、また3点ちょっと痛いんですけれども、とりあえずここは投資です。相手がね、11のネズミが出てくるんですけど、まだ止めるクリーチャーがないので、っていうところですね。ここがちょっと悩ましいところですね。類人の姿にね、まず進化する適用体をパンプアップさせて、祝祭の出迎えをパンプアップさせましょう。これオドリス、そうだな。5マナあればオドリス先にセットしてからなんですけれど、4マナしかないんで、早速、2姿ですね。姿にって言っちゃいますね。祝祭の出迎え、どっちにしようかな。とりあえず強い方をさらにパンプアップさせよう。はい。で、そのもの、祝祭の出迎え自身の効果でもプラス11カウンターが乗ります。はい。で、これでイクサラの進行を一旦落としますか。そうすると、43のレディサウルス君が出てきます。破壊不能に、レディサウルスさん。こいつがね、呪文唱えると破壊不能になるんで、4マナ、44か、パワー4とか、タフネス4、そこら辺と、結構そこら辺って相打ちがなっちゃったり、なんだろうな、相打ちで落ちちゃうケースが多いんですけれども、破壊不能になると。一旦ブロックしときますか？どうだろう。カーンの、ここででもな、
次ね、多分、相手ね、カーンの祝杯だっけな。とりあえずブロックしないでおくか。そう、ここで例えば類人の似姿が落ちちゃうと、その相手に与えるべきダメージですね。2点が、あれですね、与えられないっていうところがありますね。はい。とりあえず適応体出しときます。で、これで、パンプアップさせますね。はい。どうしよう。戦の進行でも。いやーでもな、ちょっとさっきのカーンの、いや、どうしよう。とりあえずオドリスでパワーアップしときますか。このターンにダメージを与えないと、相手のあれで全体除去が食らってしまう可能性があります。なので、今のうちですね。今のうち。はい、今のうち。残り2点。さあ、残り2点です。で、進化する適応体は残しておくのは、これあれです。ブロックで相手殺さないんですよね。殺さないため、1点。ただ、ここでカーンの、こいつ使われると、ダメージ受けた、カーンの主杯か。カーンの主杯で落ちた時に、ダメージ1食らっているので、そのネズミが出てきました。うん。これね、残り2なんだよね、相手ね。で、勝った。相手マナフルタップで、ネズミはブロックできません。なので、蘇生で、類人の似姿、速攻持ちです。蘇生なんで。これで勝ちですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。マナありますね。母聖樹、タイバー、ヤブウチ、祝祭の出迎え、類人の似姿ですね。相手は赤緑のグルールカラーです。まずは、ヤブウチで土地ピックしておきますか、一応。格闘に使いたいなっていう、欲求もありますが、なんだろう。そうですね。とりあえず3マナ剣、4マナ剣まで、引く必要はなかったか。あとは土地圧縮ですね。土地を圧縮して、ライブラリ圧縮して、有効牌を引きやすくすると。祝祭の出迎えです。さあ、これですね。強力な、コンボができます。ちょっと1試合目にもあったかもしれないんですが、類人の似姿をですね、次のターン出します。するとですね、祝祭の出迎えの効果でプラ11になって、似姿でも、そのプラ2かそれは3になるのかな。はい。で、一旦オゾリスを出します。オゾリスは、そのプラス11カウンターを置かれる場合、それにもう一つ1回加えると。つまり、プラ11なら、さらにもう1個という感じですね。はい。で、オゾリスをまずセットする。踏み歩くものが動き始めるまでにいけるかと思ったんですが、こっちも恐竜で早いですね。53が出てきました。これ次、森出して、タイバーの抵抗で、これあれですね、強化してもいいですね。強化っていうか、破壊不能にして、相打ちを取らせるように見せかけて、相手だけを落とすっていう風にしたいですね。てか、そのまま66でアタックできました。オゾリスでパワーアップしたんで、その分大丈夫でしたね。相手はさすがに大丈夫。ターン終了です。さあ、相手モリモリの、2マナを加えて、巨大クリーチャーが出てくる可能性があります。相手は恐竜、でかい恐竜いるかな？エターリとかなんかが入っていたら少しやばい気がします。カルノサウルスが出てきましたね。発見5か。さあ、発見5をします。そいつらが出てきたと。学者が出てきました。あんまり、強くないですね。カルノサウルスが76なんで、ここでどうだろう。タイバーの抵抗を使った、相打ちと見せかけた、相手を落とすと。そういう感じでいきたいですね。とりあえずこれで一回落とします。
別に相手トランプルでもないので、一回こいつを落として、もう一回蘇生でですね、プラ11カウンターをもう一回置くと。どうしようかな。カルノサウルスが76なんですよね。これ一旦ドゥームスカールで、クリーチャー、ブロッククリーチャー43ですね。43なんで、53を止めるためのブロッククリーチャーを出しつつ、まず3女で出迎え、祝祭の出迎えで、プラス11カウンターですね。で、はい。まず3女で88になります。で、そのものの効果で、プラ11になります。それぞれオゾリスのプラス11カウンターが1回増えるからってことですね。はい。はい、残り5です。相手のライフは残り5。で、めちゃめちゃめくれるやん。いやー、ドゥームスカールの効果で、10点のダメージを与えたので、10枚分かな。めくってですね、その中から1枚、クリーチャー土地がどれかですね、をめくると。はい、次、もしかしたら、残り20ですね、こっちが。で、カルノサウルスはどうだろうな。カルノサウルスが来るかどうか。で、モーティンは、ドゥームスカルと相打ち取れますね。また来た。やばいですね。相手めっちゃ共有出してきましたね。次フィニッシュ決めないとちょっと、やばいか？カルノサウルスと、さあ、相手アタックしてくるかどうか。おや？相手ビビってやってこなかったですね。これは、ちょっとチャンスですね。一旦増えるとちょっとありがたいです。で、祝祭の出迎えで次12、12になりますね。はい、で、どうしよう。類人の姿に、ブロッククリーチャーを増やすために、まず類人の姿に普通に蘇生ではなくて手札から出します。そうすると祝祭の出迎え、まず、ライフ一旦増やしておきますか。相手の、こうしよう。こっちだな。こうだな。はい。で、ドゥームスタールがどうだろう。トランプルあるしな。でも、こっちでいいのか。はい。で、一応タイマーの抵抗分だけ残しておきます。これでちょっと攻撃しないでおきます。これで、ドゥームスカール、どうだろう。相手一気に攻撃してくれば、ちょっと負ける可能性が出てきます。例えばですが、6676で相手のもうあれですね。これは負けの可能性ですね。こっち負けか。全部やってきたな。全部やってきましたね。これちょっと待てよ。勝てる可能性もあるんだよな。相手、1体警戒持ちで、相手ブロックリーチャーいるんで、それを通すためには、2体残す必要がありますね。まずトランプルは、マストで、15、15でブロックです。で、ドゥームスカールは、5ですね。ライフ5で、こいつタイバーで守りますか。で、類人の姿には、66のグッドゲームできてますね。で、43、トランプルじゃないよね。で、そうすると、2と4が通るか。はい、2と4だけ通ります。
なるほど。速攻とトランプル、そいつに得ると。で、8点、2点で残り10点か。はい。で、一応タイバーの抵抗は、警戒持ちなんで、踏み歩くものが場に残ると、あれですね。はい。やばい。はい。で、破壊不能になります。はい。で、6点残り。はい。で、相手はもう手札ないですよね。で、残り5点だから、まずオドリスかなんかでパンプアップする必要があります。ルームスカールかなんかで。類人の、似姿でいいか、ここは。はい。で、はい、勝ちましたね。はい、ありがとうございます。危ねえ。ギリギリ勝ちました。